皆さんこんにちは。トガチャンネルの戸川雄一です。本日は私どもボンマックスグループ全員が、毎朝唱和をしているボンマックスのクレドについてお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。ボンマックスでは朝9時から毎朝クレドの唱和をしています。このヒストリーについてお話をしたいと思うんですが、クレドは2006年生まれました。で、きっかけは私が住んでるマンションで非常に尊敬している経営者がいました。で、その経営者の会社がクレドというものを作って毎日これを唱和してるんだというのを見せてもらったんです。そしてアメリカのリッツ・カールトンホテルではこのクレドを毎日唱和することでお客様にどう向き合うべきか、どう接するべきか、どうホスピタリティを発揮するかということを、この価値観を一つにしていく、モラルを一つにしていくためにクレドというツールがあって、しかもそれを毎日、朝礼で唱和をしてから始めるんだという話を聞いて、ものすごく感激したんですね。じゃあうちもやろうじゃないかということでスタートしました。クレドというのはだいたいまず、ボンマックスのフィロソフィー、ビジョン、経営理念、こういうところがあって、でうちの場合にはスピリットというのがあります。ここは毎日、唱和をする部分ですね。でその後行動規範、要はボンマックスグループにいる以上はこれをルールにしようというのを、これが20個あります。毎日1個ずつ平日読んでいくとだいたい1月、20ですね。ですから、ザ・クレード・オブ・ボンマックス、それから経営理念、そして、ザ・スピリッツ・オブ・ボンマックス、ここまでは、毎日読んで、行動規範は1個ずつ読むとだいたい1分半くらい、ここから1日がスタートしています。行動規範20どう決めたか、誰が決めたか、社員全員で決めたんですよ。じゃあどういうやり方したかというと、まず部でですね、山手線ゲームやったんですね。ボンマックスたるものをどういう行動規範をがいいか。でこのゲームをやって部のみんなから、ネタを仕入れてそれを整理して、白板に100個ぐらい並んだんですね、行動規範。でこの行動規範をこれは一つにくくってもいいかなということをまとめて、最終的に20の行動規範が出来上がりました。本編ではこれはご紹介しませんが、今後、これを、いくつかずつまとめて、ご紹介をしていきたいと思っています。この20個の行動規範は文字通り本当に社員のみんなからボトムアップで上げ、最終的に一つにまとめたものがこのクレド。ボンマックスでなぜこれが重要だと思っているか。やっぱり学校にも校歌ってあるじゃないですか。校訓ってありましたよね。そういうものを毎日やっぱり学で見ていたりすると、それが規範になる、モラルになるわけですよ。ですから僕らは、毎日これを本当に平日は全て、2006年からもう20年の読まない日はありません。どんな日もここからスタートする。これをやることによってみんなのモラルが一つになる。みんなのもうベースが一つになってると、ものすごくやっぱり結束力が早いんですよ。強いんですよ。硬いんですよ。これが僕らのこのクレドの本当に一番、強みとしているところだと思います。実際2006年から始めて少しすると2008年にリーマンショックっていうのがあったんですね。非常に、不況になり、ユニフォームも多分に漏れず、ものすごく需要が縮小するということがありましたが、我々はですね、このクレドのおかげで、非常に速いスピードで仕事をもう辞めようと思ってる同業の会社さん3社合併しました。そのおかげで逆に人も増えて、業績もリーマンショックがありながら向上したんですね。
やっぱりそれまで価値観が違う人たちがだんだん集まってきてましたから、最初はやっぱりギクシャクしたんですが、毎日このクレドを唱和していることで、だんだん気持ちが一つになっていくことで、これが一枚岩になって、そこから我々は100億円まで一気に上がっていく。このベースにあったのはクレドだと思っています。2011年、本当に大変な皆様ご苦労されたと思います。東日本大震災がありました。私どもの工場と物流センターは陸前高田にあったので、全てのインフラが途絶してしまい、商品も一切縫えないという状態になったんですね。ところが3月の末は年度の一番ユニフォームがデリバリーとして必要な時期だったので、これを全国に何が何で届けなきゃいけない。で、東京からあるいは大阪から福岡から金沢から名古屋からみんな、陸前高田に手伝いに行き、全ての商品を名古屋に移設して、そしてそこで3月中に出荷を終えると、そんなこともありました。このクレドがあるので、ものすごくみんな気持ちが一つになり、スピードが速く、クレドのおかげで一枚岩になって乗り越えられるということがありました。あと2020年にご承知のコロナパンデミックが起こり、この時にも本当にユニフォームの需要がもう一気にシュリンクする状況になりましたが、この時もやはりクレドのやっぱり精神が会社のベースとしてあったので、厚生労働省から経済産業省を通じて国内でアイソレーションガンを縫ってくれと、いうお話をいただき、話が出てから8ヶ月の間に50億円のアイソレーションガンの納品をすることができた。それによってその2020年最高売上最高利益を達成することができた。ここに書いていることがベースにあれば、あとはとにかくお客様のために何をすればありがとうって言っていただけるか、そういう気持ちで事業に迎えていることがレボマックスの一番の強みじゃないかなというふうに自負しています。で、今会社の仲間にもこのクレドというのは、このクレドブック2006年から始まりましたが、2015年からこういう本にしてるんですね。で、この本を、使って年に1回、グループフロアも老若男女年齢とか関係なくシャッフルして毎回この本の解説本を読みながら、じゃあそれについてどう思ってるっていうことを一人ずつ1項目1人ずつをこうみんなで回していく10人ぐらいのユニットで、都合15回ぐらい毎年やってます。ただ、コードキャンとかクレドを読むだけじゃなくて、もう少し理解を深めていく、こういう機会も研修として取り入れています。この本はどうやってできたかというと、2015年の1月に僕はエスカレーターから20段ぐらいすっ転んだんですね。複雑骨折したんですね。で、その春入院したんですよ。で、動けないんですね。仕事もままならない。パソコンも使えない。これは最高の機会だということで、僕は20代の頃からアメリカのポール・ジェイ・マイヤーのサクセス・モチベーション・インスティテュートという成功哲学のセミナーに、勉強のために入ったりして、その後もいろんな書籍を買ったり、いろいろなセミナーに行ったりしながら勉強していったノートを作ってたんですね。20代から使って。で、この20代から使ってたノートをいつか何かまとめた形で編纂したいと思っていたんですが、まさにこの療養生活の時に、これはもうこのチャンスしかないなと思ってこの本を作ったということなんです。この本を通じて、最近はむしろこの本を、唱和してくれてる人もいます。そしてこれは1年に1回の講習だけで使うんではなくて、常に机の傍らに置いておいて、例えば思いやり気配りという声であれば、こういう思いやり気配りをお客様に発揮したらこんな嬉しいフィードバックをいただいた。これを何年何月にこういうお客様からこんなことがあったよ。で、こんな
健康管理というところではこういう病気もしたけどこうやって元気になってこうだよというのをどんどん書いていこうね。そうすると5年10年15年20年経った時に自分だけのクレドの年輪が刻まれてるそんな貴重なクレドの本になるよという話をして、そしてみんなそれぞれ何か気がついたら書いていく。こんな風に推奨をしています。ボンマックスではたまたまこのクレドっていうのをすごく大切にして、毎日のようにこうやっていますが、僕は今日本の国全体がですね、日本の経済であるとか、文化であるとかいろんなことを含めて、日本人としてもっと誇りに思うべきだし、それをやっぱり文字にして声にして形にしてやっぱりみんなは結束をしていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思います。ですからこういったやっぱり心を一つにしていくために何かを形にして行動するということを僕はぜひボンマックスのみならず、これはボンマックスグループももちろんやっていますが、こういういい習慣はですねどんどんいろいろなソサエティに広げていくことがまた日本を世界で一番輝いているナンバーワンの国にしていく原動力になっていくんじゃないかなというふうに信じているので、これを推奨していきたいなというふうに思っています。